皆さんこんにちは。フォーカサスイマーム実況プレイのパート2を始めます。まず前回の振り返りと国家の現状確認をしましょう。最初はロシア内陸の最悪の陸からスタートしました。その後はなんやかんやって海への出口を獲得。しかし港の獲得の代償は大きくロシアの従属国になりました。傀儡国落ちを回避しなければいけませんが、この件は心配は不要です。すでに宗主国への投資権を持っているからです。 GDP を稼げばあとは民間が勝手にロシアに投資して独立欲求を上げてくれます。港の獲得後はアフリカに進出して東海岸とマダガスカル島に領土を得ました。経済の中心はアフリカ領土に移っており、この後もアフリカ中心で開発を進めます。この後の方針ですが、まずはこちらをご覧ください。まだ大学の建設まで手が回っていないんです。そろそろ革新を増やさないと上位ランクの国に追いつけなくなるのですが、建設力も貧弱でまだ着手できそうにありません。それでこの後どうすべきかですが、あるんですよ、すぐ近くに血の都が。そうです、なかったら奪えばいいんです。ということで次に侵略すべき国はエチオピアとカーシムになります。では実況を再開します。ではカーシムを倒すついでにイエメンの分割史をまとめていただきましょう。ラヒジを獲得。改革も進めないとね。制限選挙行ってみます。マフラも獲得。次はカスイリーです。オスマン属国だったのか、うっかりしてました。あ、でも海軍33ポテだから上陸防衛はできそうじゃない？じゃあこのまま進めます。まずは敵の援軍が来る前に戦争目標を達成しちゃおう。はい、あとは首都の上陸防衛だね。援軍首都に呼び戻し中だよ。間に合うかな？よし、防衛はできてるね。2回目の上陸が来た。これを退ければ勝利できるはず。何これ、スコアはマイナスになったのに白紙和平を連発してくるから修正できないぞ。やっと終わったよ。思わぬ寄り道で時間を浪費してる間に制限選挙が可決です。なんかさ、いつも赤字の時に大噴火で追い打ちしてくるよね。ついでの方が大変だったけど、ようやくイエメンの大学をゲットです。ちょっと赤字がかさんでいるのと、一旦悪名を減らしておきたいので戦争はお休みです。保障された自由を制定しています。制定できました。次はエチオピアですが、その前にちょっと寄り道。南アフリカはイギリスと取り合いになるので先にガザを確保しました。最初に独立保障をくれたのはフランスでした。ロシア対イギリスに巻き込まれて国土が荒廃してます。給品法が可決しました。少しは反対性派が減ってくれるかな。やっと巻き込まれた戦争が終わったよ。ではエチオピアの知識の都丸ごといただきます。勝利。見てください、大学が倍増しました。革新もほぼ80になりました。とりあえず OK ですね。さてアフリカの沿岸はほぼ列強に支配され、侵略可能な国家はもう内陸にしかありません。アフリカの内部への侵略ルートを確保するためにエジプトを保護国化します。この世界のエジプトはオスマンから独立後で介入もないので余裕で勝てますね。勝利。悪名カットの大事な研究が完了。最近分離反乱が立て続けに起きています。早く多文化主義を制定しないとね。結社の権利で労働組合を強化したよ。分離運動が下火になったので一旦補助金を解除してみます。赤字の原因ほぼ補助金だったね。分離革命が起きると州に請求権がつくので、分割州ではわざと革命を起こすのもありかもね。オスマンとロシアが我が国を取り合ってる。オスマンから独立する方が楽そうだから心の中ではオスマンを応援しておきます。そういうわけで
ロシアには援軍を送らずにエチオピアの平定を進めてます。分離運動が活発化したおかげで多文化主義の制定に着手できるよう何としても成立させたいので、使える交渉は全部やります。残念、オスマンではロシアに勝てなかったよ。ちょうどエチオピアの平定も終わりました。それではアフリカ内陸への侵攻を開始します。エジプトはまだ保護国で軍隊が通れないので、相互軍事アクセス条約を締結します。勝利。多文化主義1回目で取ったね。これで反体制派も少しは減るかな。領土の拡大も継続中だよ。およ、とうとうロシアが我が国を併合する方向で動き始めましたね。では独立戦争の準備を始めましょう。イギリスはさっきロシアと戦争していたので独立支援をもらえますね。ドイツとベンガルがロシア側で介入してくるね。もう少し味方を集めるか。仕掛け中の戦争が完了。独立戦争が終わるまで拡張は一時休止します。3つ目の独立支援をアメリカからもらいます。ブラジルにも声をかけてみたのですが拒否されました。スペインにも一度断られましたが恩義をつけて再提案します。味方集めはこのくらいで良いね。あとはロシア市場から追い出された後に不足するものを増産しましょう。技術伝播のバフをゲット。これで仕組みは完了です。関係が中立まで下がったら独立戦争です。独立要求のボタンが押せるようになりました。自分から独立戦争を開始しないと独立支援が機能しないので、ロシアより先に宣戦布告するよ。まあほぼ独立支援の援軍任せなのですが、それでも徴兵限界までは兵を集めておきます。戦線は全部で3カ所。オマーンのせいで本国以外の派兵が必要ですね。援軍が全然来ないかもと心配してましたが、ちゃんと来てくれて一安心です。戦闘開始です。残念ながら行動力不足でロシアの領土はあまり請求できてません。ちょっと押されてますね。援軍の皆さん頑張ってください。オマーンの戦線は手薄で勝利できました。ペルシア側の飛び地も占領しておきます。よし、敵軍のベンガルが脱落しました。これで均衡が崩れましたね。勝利。ジャーナルの条件を達成しました。回収バフか悪名減衰バフの2択か。回収にします。さて独立は叶えましたが、次は5年後の停戦明けのロシアからの防衛に備えないとね。フランスが防衛協定を結んでくれました。これで対ロシアの最低限の保障はできましたね。およ、エジプトからの独立要求ですがもちろん拒否します。おっと、ベンガルが独立を支援しています。これはちょっと厳しいですね。フランスのカードはロシア領に温存したいけどエジプトを失うのは大きすぎるから仕方ない。悩みましたがフランスの助けを借ります。戦闘開始です。エジプトには自治権縮小を要求しておきました。この時は気づいてなかったんですか。ほら、ヒジャーズがエジプトから独立してました。エジプトの自治権を縮小してヒジャーズも手に入れたつもりでいたんですよね。それから独立戦争の赤字を返済するために累進課税の制定に着手します。これから軍拡を頑張ろうって時にパンデミックの発生はひどすぎない？課題は山積みですが戦争は無事終わりました。ロシア側のベンガルと停戦期間ができたから次のロシア戦が楽になったとも言えるよねって思ってたら、ベンガルで反乱軍が勝ちそう。これどうなっちゃうの？反乱軍が勝ちましたね。そして新政権とも仲良くできないのか。しかも国が変わったから停戦期間がなかったことになってる。これはちょっとひどいよ。対ロシア防衛の雲行きが怪しくなってきましたね。お、パンデミックが早期に収束した。これで経済面はなんとかなりそう。とにかく急いで戦力を増強しないと砲兵を強化する研究を入れておきます。およ、縮小。
そんなすぐに攻めてこなくたっていいじゃない。最悪のシナリオだとベンガルと戦争中にロシアとの停戦が終わって攻撃されるよね。オマーンの喪失だけで済むならここは引き下がるしかないかな。非常に屈辱ですがここは屈服します。硫酸弾砲がアンロックしたよ。攻撃力の向上は間に合ったね。そして軍事予算の確保も達成。防衛戦争の軍拡に着手します。はい、ロシアとの停戦期間があと4ヶ月で終わります。でもベンガルト、あとベンガルト、主にベンガルのせいでまだ準備ができてません。なるべく裏技的なものに頼りたくはないのですが省略を開始します。はい、今ロシアが戦争に参加しましたね。関係改善を続けて中立状態ですが態度は交戦国で侵略してくることは確実です。ではここでロシアと同じ陣営で戦争に参加してみましょう。憎きベンガル陣営ですが無条件の指示で義勇軍として参戦します。そしたら友軍になったロシアは戦争中限定で態度が改善するので今のうちに同盟を締結してしまいます。プラスのスコアが足りなかったので資金譲渡の札束外交でご了承します。はい、同盟が成立しました。戦後に我に返ったロシアが破棄するでしょうが同盟の破棄って停戦期間があるんですよ。あと2年あれば防衛準備は間に合うのでそこまでの時間稼ぎですね。同盟締結のために参加した戦争が始まりました。エチオピアの防衛は必要だね。国土が荒らされないようイエメンに派兵してあとは消極的に見守ります。共闘中は関係破壊してこないからロシアとの関係が信用まで上がりましたね。じゃあ条約の改定で条件もりもりにしちゃおう。義務教育が可決したよ。それと累進課税後の赤字解消でやっと成長軌道に乗りましたね。終戦です。ベンガルとも投資権を結んでおいたのですがやはり終戦した途端に破棄してきましたね。おろ？終戦したのにロシアは温和のままですね。戦争中に友好まで上がったのと勢力ブロックのメンバーだから補正があるのかな。東軍ロシアは攻めてこないので今のうちに取り残しの領土を確保しちゃいます。そして普通選挙が可決したよ。プラスチックがアンロックです。建設力も1000まで到達したよ。悪名が50を超えないように調整しつつ小国の併合を進めてます。見てください。 GDP ランクでロシアの一つ下まで追いつきました。今の成長スピードなら確実に追い越せますね。ってことはあれができますよ。勢力ブロックの乗っ取りをやりましょう。そのためには軍隊のアップグレードによる維新の加算も必要ですね。軍事の研究を多めに入れておきます。よし、すべての州に電気が通りました。生活水準を上げたいので事前病院を公共健康保険に切り替えます。 GDP がアメリカを超えました。ロシアも逃げてますが差は縮まってるね。美術品への執着イベントだね。発動条件は何なんだろう。やった、 GDP でロシアを超えたよ。そしたら次は軍拡で維新を増やすね。おろ？今ロシアと戦ったら勢力ブロックを追放されちゃうかもしれないよね。フランスさんにはお世話になっているので心苦しいですが今回の参戦は見送りさせていただきます。誠にごめんなさいです。防衛協定なくなっちゃったね。敵対は避けたいのでまず投資権だけ復活させておきます。公共健康保険可決したよ。参戦可能時期が過ぎたのでフランスとの防衛協定も復活させます。さてロシアを超えるための軍拡ですが問題が一つあります。陸軍を国民民兵のまま進めたら大規模徴兵への賛成がなくて変更できないんです。陸軍は徴兵しか増やせないので先に海軍を増やします。経済発展と並行して海軍を増強中です。突然ですがオスマンからトリポリを奪います。海軍基地が資格不足で雇用ができなくなって艦隊規模の増強が頭打ちになってるんです。
陸軍の威信は徴兵すれば増えるので、徴兵した状態を1年キープしてロシアを超えます。オスマンに恨みはないのですが、すぐ近くにあって戦争を長引かせても損害がないところで選んだらね。目的は1年以上徴兵マックスを維持することなので、首都上陸はせず、遠くの国境からちまちま攻めます。勢力ブロックの権力闘争が始まりました。じゃあ、あとは1年間だらだら戦争を続けますね。乗っ取ったよ。防衛協力はいらないかな。企業に付け替えました。残念、ロシアさんは出て行っちゃいました。それでは首都上陸でオスマンにとどめを刺します。勝利。ではオスマンから解放した国家やその他の近場の小国に勧誘をかけましょう。はい、あとは干渉力がたまるまで待ちましょう。悪名をカットする最後の研究が終わったよ。勧誘がマリ中です。バルカン半島の国はわがままで難しいね。主流派だった軍部が奇跡の復活をしてるので政権に入れました。もちろん大規模徴兵を通すためです。予算と人口は十分あるし、兵舎の建築さえできれば維新ランク1位はもう達成可能ですからね。大規模徴兵制定できたよ。じゃあここからは周辺国の勧誘と陸軍の増強を並行して進めるよ。また問題発生です。鉱山資源がつきました。そういうわけで地下資源の豊富な隣国ペルシアを確保します。勝利。多くの国が勧誘に応じてくれて勢力ブロックがこんなに広がりました。あとなぜか干渉力が上がらないユーゴスラビアはもう保護国にします。はい、勧誘成功です。およ、困った。友好国フランスの敵側に我が陣営のペルシアが参戦しちゃった。フランスさんには恩があるのですが、すいません、ペルシアを守らないといけないので。ジェールもらっておきますね。いやほんと仕方なかったんです。どうして争いはなくならないのだろう。陸軍はだいぶ増員したからフランス相手でも問題ないですね。あ、徴兵で維新ランクが1位になってますね。平時になったら2位に戻るだろうけど。勝利。2位に戻ってしまいましたが、あとちょっと陸軍増やせばよいって分かりましたね。では列強1位を達成して終わらせてしまいましょう。兵舎と海軍基地の雇用が進むのを待っています。成し遂げたよ。はい、時間を飛ばして最終日まで進めた状態がこちらです。首都の隣のロシア領、できれば獲得したかったのですが、ロシアの同盟のドイツが硬すぎて断念しました。支援装備の研究を優先すべきでしたね。国家ランクのリストも見てみましょう。2位のイギリスとは僅差でしたね。はい、時間を進めて終わらせてしまいます。次の動画は V1.13 のリリース後ですね。連休後半くらいにインプレッション動画を1本出したいと思います。ではまた次も見に来てくださいね。